人生は自分の心が決めている。こんにちは。ダンスビジネス SDGs のメンター福心 CEO です。今日も見ていただきありがとうございます。成熟した大人の価値観を持っている人だけがわかる潜在意識で人生を開き、見た瞬間から人生が変わるお話を発信しています。見逃したくない方はチャンネル登録といいねをお願いします。あなたは今までの自分の人生思い通りになってますか？例えば朝起きたら目覚まし時計を知らず知らずのうちに止めていた。急いで準備して朝食もそこそこに携帯を見ると充電し忘れでバッテリーがもう 3% しかない。駅まで急いでも赤信号ばっかりに引っかかる。会社では上司に怒られ、クライアントにも怒られる。何をやっても裏目に出る一日ってありますよね。なんてついてないんだろう。そうつぶやいた日はこれまで2日3日じゃなかったはず。こんな日々のお話だけじゃなくって、これまでの生き方自体にもそういうことありませんでしたか？どうして私にはお金がないんだろう。世の中には幸運に恵まれてる人がいるのに、どうして私にはこうしたラッキーが舞い込んでこないんだろう。そう思い込んでませんでしたか？僕にもあります。すごくあります。でも僕はそんな時にもあるがままに捉えられるようになりました。時間に遅れるのも、今までの人生にラッキーが訪れないのも何か理由があるはず。何かいいことが起こる前の伏線。そう考えるようになりました。ハビング。お金を払うときにお金がなくなるというよりも、払うお金があることに着目する。そのお金で誰かに幸せをもたらすことができることに感謝すると、富と幸運が返ってくる。脳で考えるイメージはリアルを作ります。自分のイメージが現実を作る。そんなお話を今日はしたいと思います。今日は自分はついてない。何をやっても裏目に出る。そんなことを思われているあなたに、今日のお話を最後まで聞いていただくと、心の持ち方が180度変わると思います。稲森和夫さんの著書、心、ジェームズ・アーレンの著書、原因と結果の法則の内容にも触れながら、今日お伝えしたいのは、現実は自分の心が決めているについてお伝えします。自分のことは自分でしか変えられない。モデリング。壁の向こうにしからしさは広がらない。心と体が一致するとき、自分のことは自分でしか変えられない。僕は非常に地味な学生でした。でも、いわゆるクラスで誰もから知られている人気のある人になりたい。それでも、いわゆるそっち側には行けず、いいなと横目に見ながら、こうに変わらない自分の姿を見て、自分を肯定する気にもなれなかった。自分のことを好きにもなれなかった。そんな学生の頃でした。高校の頃に外国人アーティストのライブを見に行って、ダンスに目覚めました。おぼろげにこれを探してた。何かこの世界では自分が自分の思うらしくいられる。そんなことを思いました。でもそれからすぐにそういう世界には入れず、ようやく大学3年の頃にダンススタジオの門を叩くことになったんです。それからというもの、ダンスに夢中になり、プロにはなりきれてませんけども、今ではダンスを教える立場もさせていただいてます。ダンスで何を一番学んだのか。それは自分のことは自分で変えることができる。いや、自分のことは自分でしか変えることができないということです。鏡の向こうにいる自分。ダンススタジオではフロア全体を映す鏡がどこでも設置されています。鏡の向こうに映る自分。その自分をまずは好きになれるのか。好きになるためには自分で自分を変えるしか手段はありません。超基本的なことを学びました。誰かが何かをしてくれる。僕を誰かが変えてくれる。変えてくれるわけはありません。自分のことは自分でしか変えられない。また自分のことは誰にも変えられない。すべては自分の選択により自分が形作られていくんです。人生で起こる出来事はすべて自らの心が引き寄せ作り出したもの。ダンスの経験はすべて人生に通じます。モデリング。ダンススタジオには間接照明があり、自分をドラマチックに見せてくれます。習い始めは振り付けで手を上に上げるのも日常生活ではしない動きなので、なんか恥ずかしい。そんなところから始まります。ましてや照明で照らされて映る自分の姿。習ったばっかりの時には鏡を見られません。見られないのはまず見る余裕がないから。でも次第に動きを覚えてくるようになると、鏡を見る余裕がようやくできてきます。それでも見ない。鏡に映る自分を見たくない。そんな自分が好きじゃないからです。ではどこを見てるか。それは先生の一挙手一投足を穴が開くように見ています。
どうしたらあんな風になれるんだろう。次第に自分に落とし込んでいきます。もう高校生の頃に抱いていたそっち側の人間になる。そのことがダンススタジオでは誰に遠慮することもなくできます。日本人はどうしても周りの目を気にしすぎて、やっていいよと許可を与えられるとか、思うようにやっていい環境を用意しないと行動しない傾向があって、僕もそのうちの一人でした。先生の一挙手一投足を見て実践しているうちに、どうして僕にはできないんだろうという先生との差に注目するようになってきます。先生に聞いたり友達に聞いたりして、でもそれは日々の小さな積み重ね。ボディを作り上げ、センスを磨き、マインドもセットする。そうしているうちに自分らしさが気づかれていきます。するとだんだん自分のことが好きになっていきます。一番大切なのは基礎を徹底的にすること。これは言い換えると無意識に動けるようにすることです。いわゆる自然に動けるということ。あなたは歯磨きするとき、歯磨きの仕方を考えてブラシを動かしますか？自転車、最初はバランスの取り方とかペダルへの力のかけ方を覚えますが、今それを意識して乗ってますか？人はほとんどの場合無意識で動きます。最初意識して動いても脳は楽をしようと次第に無意識で動くように人はできてます。そういう意味で楽をするようにできてます。その無意識で動けるようダンスも基礎を叩き込みます。壁の向こうにしからしさは広がらない。今クラスでは振り付けも行いますが、ダンスの究極は無意識に何も考えず本能で踊れること。その姿こそがらしさで最も美しい。振り付けとは自然に本能のままにパフォーマーが踊れる振り付けであり、それが見ている人にも伝わる振り付けです。それでも振り付けを考えるときには一つ二つハードルを与えます。いわゆる壁。それは無意識ではできない意識して自分を作る部分です。これを明確な自分の意思を持って踊りきるようにできるようにする。これが新しい自分らしさを広げてくれます。次第にダンサーたちはこのピースをクリアして新しい自分らしさを無意識に身につけていく。自分が広がっていく瞬間です。ダンスで学んだこの感覚は今生活や仕事でも活かされています。与えられるものには全て意味がある。僕は高校の時にダンスの世界にすぐに飛び込んだら今頃どうなってるんだろう、そう思うことがあります。世界に名を馳せるダンサーになっていたかもしれない。でもそうじゃなかったかもしれません。もしかしたら怪我をしてたかもしれないし、嫌になってやめていたかもしれない。結果は今にしかありません。プロになれるほどの時間もなかったからこそ今の仕事をする機会に恵まれ、ダンスでもこんなことに気づくことができたということも言えます。例えば仕事、自分のマインドとか姿は外の環境から決められていると思いがちですが、実は自分が外の環境を全て作ってます。自分の心の持ちようが目の前の現実を作ってる。例えば僕なら高校の頃クラスの人気のあるグループに入ろうと思えば入れた。ダンスは自分で選んだから今こういうことに気づいたし、そのマインドは仕事にも生かされてます。どんな人生にするか、それは与えられた仕事、自分の役割に向き合ってこなすこと。与えられた仕事を作るのは自分の心次第です。今の仕事が嫌いならやめればいい。でも大事なのはどんな仕事でも与えられた時に課題解決できる自分でいられること。そのことが自分の可能性を広げてくれます。そのことが次のチャンスを与えてくれます。人生は自分の心が決めている。心と体が一致するとき、目の前の現実はホログラムのようなあなたが心で作ったシミュレーション。こう言うとあなたは驚くかもしれません。3D ゲームをゲームの向こうの自分を操っている自分が五感で感じながらゲームの中のアバターである自分を操っているイメージ。ダンスができる、ピアノができるというのは自分を制御できているという状態であって、操作している自分とアバターが一体となって思い通りに動きたいように無意識で動ける状態です。心と体が一致した時、統制が取れた時に気持ちいい、できたという実感があります。このアバターという自分を心と体を一致させることにこそダンスレッスンの目的はあります。欧米人が自己主張をベースに対人関係を作るのに対し、日本人は相手の期待に応えたいなどという
相手への配慮をもとに対人関係を作ります。だから往々にして人との比較をしたり、世間体を気にしすぎたり、逆にマウントを取られたりといったことがあります。タップではこうした常識に従わない自分を作る。インプロ、いわゆるアドリブでタップを踏むことはつなぐこと、同じようにしなきゃいけないという日本人的発想を潰し、これでいいんだという自己主張の練習をする。これが肝になります。自分の気持ちいいを探す。このことがその人固有のアートです。誰に伝わらなくてもいい。表現することが大事。でも最終的には誰かを幸せにするんです。鏡の向こうの自分は自分でしか変えられない。自分というアバターを操ってらしさを広げていく。らしさを広げていくために目の前の全てのことはとにかく全力で立ち向かうこと。そこには意味があるはずです。そして自ら選ぶこと。今日はそんなことをお伝えしました。今日のお話が心に響いた方はぜひ実践してみてください。そしてより深く潜在意識でアプローチしたいと感じた方は、僕が運営する LINE 公式アカウント潜在意識エグゼで新しい体験をしてみませんか。最近ではカフェメンバーの方からお話しする潜在意識ライブのほか、ジャーナリングの書き方などもお伝えしています。まずは LINE 公式アカウントでお友達になってください。説明欄にリンクを貼っています。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。成熟した大人の価値観を持っている人だけがわかる潜在意識で人生を開き、見た瞬間から人生が変わるお話を発信しています。今日のようなお話、また近日中に動画にしますので、見逃したくない方はチャンネル登録といいねをお願いします。福心仕様でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。